どうもクロスロードラボです。今回はですね、前回に引き続き2023年最も注文されたウイスキーということでジャパニーズウイスキーです。でこのジャパニーズウイスキーっていうのは日本洋酒酒造組合が定めるジャパニーズウイスキーの定義とは関係なくて、日本の企業が作ってるウイスキーというくくりにしました。なので海外原酒を使っているものもあるし、3年経ってないね原酒を使っているものも入っているということで、そういうくくりでいうと角ハイボールがやっぱりダントツなんですね。なので角瓶が1位ということになるんですけど、角ハイはもはや角ハイというね、飲み物ということでね殿堂入りにしました。うちの店の場合だと飲み放題でもかなり頼まれるんですよね。ただ今回はシングルモルトだけじゃなくてもちろんブレンデッドウイスキーも入ってます。やっぱりねこの10位から1位までのこの上位になるとあまりねウイスキーを知らない方とか、ウイスキーは好きだけど特定の銘柄しか飲まないっていう方のね注文が圧倒的に多いので、すでにウイスキーいろいろ飲んでる方の参考にはあんまりならないと思うんですけど、これからね飲み始める方々の参考になればと思いますので、興味がある方は最後までご覧になってみてください。それでは行ってみましょう。はい、それでは早速いってみたいと思います。第10位、イチローズモルト水ならウッドリザーブです。秩父蒸留所のリーフシリーズの中の1本で、秩父のモルト原酒とスコットランドのモルト原酒をブレンドして水なら樽で追加熟成をしたものになってます。やっぱりね水ならって名前はね飲んでみたい方結構多いんですよね。よく水なら樽って聞くけど、どんな感じなのかなって。なのでウイスキーをね結構こういろいろ調べ始めた方が注文されることが多いかなっていう印象です。価格も前よりはね値上がりしましたけど、イチローズモルトの中では比較的注文しやすい価格かなと思いました。うちの店ではですねストレートで飲まれることが一番多いです。続いて第9位、サントリー響きジャパニーズハーモニーです。やっぱりね圧倒的な知名度なんですよね。普段なかなか買えないっていうのもねあると思いますし、コンビニでね180ミリボトルも出てないですしね。うちの店だと8種類の響きがあるんですけど、一番注文されるのがこのジャパニーズハーモニーです。やっぱりね前は響きといえばスナックとかクラブでボトルキープするっていうね、時代もあったんですけど、その頃から好きな人もね多いんですよね。今はもうスナックとかクラブで飲めなくなってきたんで、他で飲むっていうお客さんかなり多いです。普段ねいろんなウイスキーを自分で探して飲むようなウイスキー好きの方より、あんまりこう銘柄知らないし、ウイスキーは全然詳しくないっていうお客さんが注文されることの方が圧倒的に多いかなと思います。うちの店だと圧倒的にロックで頼まれることが多いです。続いて第8位、余市 PT& ソルティです。あんまりね聞きなじみのない方も多いと思いますけど、余市蒸留所で限定発売しているシングルモルトです。だから行かないと買えないんですよね。名前の通り燻製のようなスモーキーさと潮の香りがあふれる個性的な味わいっていうのが特徴なんですけど、2015年からね余市蒸留所で販売されています。余市のキーモルトシリーズの1本っていう感じですね。やっぱり北海道なのでね北海道外から、来られる方、仕事で来られる方っていうのがね頼まれる方多いです。この町ね観光で来られる方はほとんどいないんですよね。うちの店はホテルに近いので道外から来る方がねかなり多いので、だからねこの順位っていうのもあるかもしれないです。やっぱり北海道に来たらね北海道のウイスキーが飲みたいっていう感じなんですよね皆さんね。ここからね余市はかなり遠いんですけど、蒸留所に行ったら、このキーモルトシリーズの3本が個人的には一番おすすめかなと思います。サイズ的にね小さいサイズもあるので、ちょっと金額が高いなと思ったらその小さいサイズかなりおすすめです。続いて第7位、山崎12年。普段ねあんまりこだわってウイスキーを飲まない方からウイスキーに興味を持ち始めた方まで幅広く注文されています。やっぱりね香り立ちの良さと飲み応えで低価格帯のブレンデッドしか飲んだことないっていう人はね結構驚かれる方が多いです。やっぱりねバランスの良さがいいですね。このウイスキーでストレートがね飲めるようになったって話もたくさん聞くので、ここを通ってねウイスキーにはまっていく方がね、結構多いんじゃないかなと思います。来年の4月から大幅値上げがありますので、飲食店でも今のうちっていうね、駆け込み需要がこれから増えるんじゃないかなと思います。うちの店ではねストレートかロックが多いかなっていう感じですね。続いて第6位、あっけしシリーズです。こちらね限定すぎるのであっけしシリーズというふうにまとめました。一本一本だとねこの10位にはならないです。
現在はね二十四節気シリーズとして最終的に24本になるシリーズがね発売中で、新しいボトルが出るたびに注文されるお客様もいますし、なんか厚岸っていうウイスキーがあるみたいだけどっていうね、お客さんまで結構ね頼まれること多いです。もちろんなかなか飲めないのでね、あると厚岸あるんだって言ってね飲んでいくお客さん結構多いですね。だからウイスキーは好きだけどウイスキーの銘柄あんまり知らないっていう方もね結構注文されるんですよね。余市と同じ理由でやっぱり北海道に来たからご当地ものを飲みたいっていう方、余市と同じ理由で多いです。うちの店ではねストレートとロックが多いかなという感じです。続いて第5位、シングルモルト山崎。はい、こちらはね年数表記のないノンエイジのタイプの山崎で、ワインダル原酒がブレンドされている比較的新しいタイプのね山崎です。これはやっぱりね気軽に注文されることが結構多いですし、ちょっとこれからウイスキーを飲んでみようっていう方も、注文される方多いです。コンビニで今ミニボトルがね定期的に発売してますけど、最近はそれもちょっと買いづらくなってきたんでね、余計お店で頼む方が、増えてきたかなっていうのもねあります。やっぱりとりあえずどんな味がするんだろうってね飲んでいく方も結構多いんですよね。価格もまだまだ手が出しやすいですが、来年の4月にこちらも値上がりします。このノンエイジがねやっぱり発売された当初から、スナックとかクラブでね結構飲んでるっていう方もね多いので、全体の注文数は相当多いんですよね。飲み方なんですけど、これはほぼねロックでしか注文されません。続いて第4位、竹鶴ピュアモルト。はい、こちら2020年にリニューアルした新竹鶴ピュアモルトなんですけど、日課ウイスキーの、北海道にある余市蒸留所のね、モルト原酒と、そして仙台にある宮城郷蒸留所のモルト原酒のみをブレンドしたブレンデッドモルトウイスキーというジャンルです。こちらなんといってもね山崎白州響以上に店頭で見つけられないということでね、お店で飲むウイスキーっていうのが結構定着してるんじゃないかなと思います。僕も普通の値段でね新竹鶴売ってるのを見つけたのは、発売以来1回しかないですね。その時はねイオンに売ってました。こちらウイスキーを飲み始めの方はもちろん、結構いろいろ飲んでるウイスキー好きの方のリピーターも意外に多くて、気軽に竹鶴ハイボールを頼まれる方も結構いるので、ボトルの回転は早いです。なのでストレート、ロック、ハイボールとね、どれもねまんべんなく注文される印象です。続いて第3位、サントリーチタ。はい、こちらはサントリーのチタ蒸留所で作られているシングルグレーンウイスキーです。普段モルトウイスキーを飲まれている方はね結構苦手な方っていうのが多い印象なんですけど、うちの店ではCM 効果もあってねハイボールかなり注文されるんですよね。その次にねロックが多いです。こちらやっぱりね広告効果で、普段角ハイボールをメインにしている方とかがちょっと違ったハイボール飲みたいなってね頼まれる、そんな感じが多いかなと思いました。層としては、圧倒的に普段あまりウイスキーを飲まないライト層のね方々の注文が多いです。それとねバーボン好きの方もね割と抵抗なく飲んでいる方もいる感じなので、ちょっとモルトウイスキー好きの方とはね層が違うかもしれないですね。来月の4月から2000円値上げされるので、ボトル自体の販売数量はちょっとね落ちるかもしれないんですけど、飲食店での注文はそんなに影響ないかなと思います。ちなみにねストレートで頼まれることはほぼないです。続いて第2位、フロムザバレルです。はい、日課の大人気ブレンデッドウイスキーで、お店に並ぶと瞬く間にね、なくなる、そんなね銘柄です。こちら1985年発売で、アルコール度数 51% というねほぼほぼカスクストレングスなので、濃厚な飲み応えが人気の秘密でもあると思います。容量がね 500ml しかないんですけど、 700ml に換算するとそんなに買いやすい金額じゃないんですよね。それでもこれだけ売れるっていうのはやっぱりね味が人気あるんだなと思います。なかなか買えないんで、少し高い値段でネットとかで買ってる方も多いと思うんですけど、残念ながらこちらも来年4月から値上がりしてしまいます。やっぱりね買えないとどんな味かってね興味がある方相当多いんですよね。ウイスキーに興味を持って飲み始めた方の注文が圧倒的に多いです。逆にね普段ウイスキーを飲むけど、銘柄は知らないっていう層からは全く頼まれることはないです。うちの店では飲み方はロックかハイボールが多いです。そして第1位、サントリーシングルモルト白州です。はい、やっぱり強いですね。白州12年はねかろうじてランク外になってしまいました。
サントリー白州蒸留所で作られるシングルモルトということで、みずみずしさをね連想させるような爽やかでフレッシュな味わいとほのかなスモーキーさとね、あとはバニラのコクが特徴ということで、めちゃくちゃ人気があります。やっぱりね、ハイボールの人気っていうのがかなりね反映されてるんじゃないかなと思います。以前ねこのチャンネルで、6000人が答えたハイボールアンケートっていうのをやったんですけど、そちらも堂々の第1位でした。そしてさらにはロックで注文されることも相当多いので、白州自体の人気が分かります。ストレートはねあんまりいないですね。やっぱりね、山崎と違ってこちらは普段ウイスキーをそんなに飲まない層から結構いろいろウイスキーを飲まれている方までかなり幅広く注文されるので、この順位になったんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、今は普段入手可能なねウイスキーっていうのはお店ではあんまり注文されないんですよね。やっぱりうちはウイスキーバーでもないし、ウイスキーをねライトに楽しんでる方々が圧倒的に客層としては多いので、この順位になりました。日本のウイスキーはねやっぱりサントリー、日課、キリン以外は限定ものが圧倒的に多いので、普段からこう調べてる方とかじゃないとね知らないっていう方の方が多いです。なのでねこちらから進めて、飲んでもらうっていう形の方が多いんですよね。ただ今回の順位はあくまでうちの店の順位なので、お店が変わればお客様の層も変わるということで、そこはねなんとなくこんな感じなんだなっていうので、見ていただければと思います。そんな感じで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録、Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。孤独なピアノのメロディーを濁ったお酒で流し込み、管を巻いたら明日にキスをする